前回、カタログに表記される値について説明をしました。カタログに表記される値はあくまで試験条件で計測された値です。エアコンの効率は外気温度や処理する負荷、吹き出す風量などの運転状況によって大きく変動することも説明しました。エアコンの効率は暖房時と冷房時とでは大きく異なり、カタログには別々に表記されます。今回暖房運転、冷房運転に加えて3番目の運転方法である除湿運転について説明します。まず除湿のメカニズムです。空気中には多くの水蒸気が含まれます。これを湿った空気と言います。除湿にはシリカゲルのような材料によって空気中の水蒸気を吸着させる方式と、意図的に低温部分を作り出して空気中の水蒸気を結露させる方式の2種類があります。エアコンでは後者の結露をさせる方式で除湿を行います。空気中にある水蒸気の量が多いと湿度が高いと言い、少ないと湿度が低いと言います。除湿とは、この空気中の水蒸気を結露させて減らすことです。空気中の水蒸気をどのように減らすのか。このメカニズムについては、水蒸気に関する別の動画でも解説しているので、そちらを参考にしていただければと思います。さて、除湿が起こるタイミングです。これは露天温度が非常に重要なキーワードとなります。湿った空気の状態により露天温度が決まります。露天温度よりも温度が低い部分を作ると、そこで結露します。エアコンの冷房は、室内機の熱交換器の中を流れる冷媒の温度を下げて、熱交換器表面の温度を下げて、そこに室内から吸い込んだ空気を当てることによって熱交換し、冷たくなった空気を吹き出すということでした。したがって、室内機の熱交換器の表面温度が露天温度よりも低ければ、熱交換器表面で結露し、空気中の水蒸気が水になって熱交換器表面に付着します。このようにして室内の空気中の水蒸気を除去して湿度を下げていきます。室内機の中の熱交換器表面の温度が露天温度よりも低ければ結露が起きます。露天温度よりも低ければ、それ以上頑張って冷やす必要はありません。非常に低い温度にしようが、そんなに低い温度にしなくても露天温度より低ければ結露は行われるというイメージです。露天温度よりも低いか低くないかのみが重要です。ここは結構重要なところです。室内の湿度に応じて、例えば、昨日は室外機からポタポタと水が垂れていた。つまり除湿していたのに、今日は全く同じ運転でも除湿しないなというようなことはしょっちゅう起きます。さて、室内の空気中の湿度が高いと露天温度は高く、湿度が低いと露天温度は低くなります。したがって同じようにエアコンを運転していても、室内の湿度が高いと除湿できる傾向にあり、室内の湿度が低いと同じように運転しても除湿できないということになります。最近のエアコンは除湿があまりできないと言われますが、それでも雨が降っている日など、湿度がとても高い日は、室外機から水がポタポタ垂れている、つまり除湿ができているというのを目にすることができます。次にドレン水の説明です。除湿とは、室外機の熱交換器表面で結露することです。除湿が始まると、室内機の熱交換器の表面に水滴がつきます。さらに除湿が進むと、付着した水滴が成長し、水のように流れていきます。流れた水をドレン水と言います。ドレン水を室内にポタポタ流すわけにはいきませんから、集められたドレン水はドレン管を伝って室外に流します。室内機と室外機の間でぐるぐると冷媒が回っているということを以前エアコンのメカニズムとともに紹介しましたが、この行きと帰りの冷媒管に加え、室外機に供給する電源、通信線、そして今回紹介したドレン管が壁を貫通するエアコンスリーブを通ることになります。
余談ですが、気密がそこそこ良い家で、しかし内外の圧力バランスが何らかの理由で取れていない場合、ドレン管を通る空気の量が増え、振動音などが発生することがあります。次にドレン水の処理について説明します。除湿した際、大量の水滴が室内機の熱交換器表面に付着します。この水は速やかに流れ落ちて室外に排出してくれれば良いのですが、水は水滴になって固まり、なかなか流れ落ちてくれません。除湿運転をした後にエアコン内部にどの程度の水が保有されているかを我々の研究グループが調査したことがあるのですが、1リットル以上の結構な量が残っていました。このまま濡れたまま放置しておくと、カビの発生などを引き起こします。古いエアコンの中には少しカビ臭いものがあるかと思いますが、カビ発生の原因のほとんどはこのドレン水によるものです。したがって、冷房、除湿運転をした後は、室内機の熱交換器の表面を乾かすことが重要です。エアコンの機種によっては、冷房、除湿運転を停止した後、しばらくの間、室内機の送風ファンを回し続け、乾かす機能を持っているものもあります。これはとても重要な機能ではあるのですが、風を当てて乾かすということは、そこに付着していた水滴は再び蒸発して、室内に放出されるということを意味します。これを再放出と言います。せっかく除湿をしたのに運転停止後に再放出をしていては少々無駄なように思えますが、熱交換器の表面が湿ったままではカビなどの発生を引き起こすというふうになりますから、これよりはマシだと思います。一番良いのは熱交換器の表面に付着した水滴が速やかに室外に流れ落ちてくれることです。熱交換器表面の水滴がネバネバしていて、そこにじっと居続けられるのではなく、サラサラとしていてさっと流れ落ちるイメージです。室内機の熱交換器の表面に付着した水分は、なるべく速やかに室外機に流れ落ちるように、エアコンメーカーは室内機表面の形状や材質を工夫しています。次に除湿と冷房の関係について説明します。除湿をするためには熱交換器の表面温度を露天温度よりも低くすることが重要であると言いました。室内機から吸い込まれた暖かく湿った空気を冷やすことによって空気中の水蒸気を結露させます。さて以前冷房の仕組みの説明のところで、冷房とは室内機の表面温度を下げて熱を奪うことであると言いました。つまり除湿をするために熱交換器の表面温度を下げると、ついでに冷房までできてしまいます。湿気の多い暑い日であればこれは問題ないのですが、そこまで暑くない、しかしムシムシとしているみたいな日だと問題です。除湿を行おうとすると冷房までしてしまうので、室内が冷えすぎてしまいます。なお、空気中の水蒸気分子の量が与えられたときに、露天温度とは相対湿度 100% の温度というのが定義でした。したがって、空気の温度よりも露天温度の方が必ず低くなります。つまり、除湿をすると必ず冷房が入る。冷房をせずに除湿のみを行うということはできません。さて、除湿をしているときに部屋をなるべく冷やさない仕組みについて説明します。除湿を行うと必ず部屋が冷えますが、それでも少しでも部屋を冷やさずに除湿できないものか。これまでいろいろと工夫がされてきました。ここで考え出されたのが再熱除湿と弱冷房です。再熱除湿とは再熱という字が表すように、部屋が冷えすぎるのであれば、除湿を行うと同時に加熱も行えばいいのではないかという発想です。この方法は除湿のみに着目すると非常に良い方法なのですが、一旦冷やして再び温めるということをしますので、エネルギー効率はどうも悪そうです。そこで考え出されたのが弱冷房です。弱冷房は熱交換器表面温度を露天温度以下に保ちつつ、熱交換器における熱の交換効率を意図的に
なるべく下げて部屋を冷やしすぎないようにする方式です。次回ではこの再熱除湿方式と弱冷房方式について少し詳しい説明をしていきたいと思います。最後にまとめです。今回、暖房運転、冷房運転に加えて除湿運転というのがあるよということを説明しました。そして除湿をするには熱交換器の表面温度がキーとなっていて、熱交換器表面温度を露天温度よりも低くすると除湿が始まるということを説明しました。そして最後に熱交換器の表面温度を低く保つ。これによって除湿ができる。ということはつまり冷房まで入ってしまうので、場合によっては除湿運転を行うと部屋が冷えすぎてしまうということになります。部屋を冷やさないで除湿を行う仕組みとして再熱除湿方式と弱冷房方式というのがあるよということを説明しました。